こんばんは、はるです。今回は最新版のミッドフィルダーティアリストになります。前回のティアリストからまた2週間ほど経ったので、更新をしていきたいなというふうに思います。選手の強さを5段階に評価したものがティアリストになるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、前回からですね、今回はですね、TOTS が解消されているということで、そういうふうな選手たちを追加した、というふうなことになります。それでは、早速紹介をしていきます。こちらが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。D だったり C に特に、変更はないんですけど、C の選手を一部 D に下げたという風なところですかね。基本的にはそこまで変わりはなくて追加の選手もいないという風な形です。そして B です。B は TOTS のウーデゴール、そして TOTS のライスですね。この2人を、入れました。あとはジェラードを少し下げたという風な形ですね。ウーデゴールに関してはですね、もちろん、非常に強い選手として出てきてはいます。TOTS っていう風なことで、能力も高いんですけど、比較的、現状だと、A まではいかないかなっていう風な、ところですね。攻撃的な CM の選手として、A ほどではないかなっていう風に思います。やっぱり、ね、逆足さんっていうのがちょっと、きつかったり、特にフィニッシュワークのところで、きつかったりしますね。パスとかはもちろんめっちゃうまいです。パスはね、逆足でもね、バンバン通せるんですけど、やっぱり攻撃的な CM、中盤の選手としてシュートもね、打つ場面ってあるので、そういう風なところでちょっとこう気にして、左足に持っていこうとしちゃうことがあるので、右足で打ってもね、なかなか入らなかったですし、そういう風なところでやっぱり逆足、4は最低あってほしかったなっていうのは思います。あとは能力的にもね、もちろん先ほど言った通り TOTS ってことで強いんですけど、リアクション冷静さだったりとかは低くて、低いというか今の現状ではですね、ちょっとこう高くもないので、個人的にはそこの部分もちょっと残念やったかなという風なところで、今シーズンね、かなり活躍をしてるので、そういう風な選手なだけに少しちょっと残念ではあるんですけど、個人的には B かなという風に思います。で、そして、ライスですね。TOTS のライス、コミュニティで来た選手なんですけど、この選手もですね、TOTS の中で行くと、比較的、ちょっと、弱めというか、普通ぐらいかなという風な、ところですね。守備的な、選手、ボランチの選手ではあるんですけど、なんていうんですかね、理不尽的な刈り取りだったりとかっていうのは、そこまで、なくて、あとはスピードの部分もなんかちょっと遅い、そういう風な選手にはなるので、速さはないっていう風な感じなんですかね。っていう風な感じにはなるので、この人も TOTS ではあるんですけど、やっぱりちょっと前作だったりとか、みたいに、みんながみんな、本当にこう強いなって思える、こう選手ではないのかなっていう風に、思います。ですけどやっぱり値段も安いので、比較的コスパかなという風なところではあるんですけど、ランク的には、ちょっと B かなという風なところです。でそして A ですね。A に関してはですね、フラッシュバック、ハバーツ、そして、TOTS のベナセル、そして TOTS のカゼミロ、この3名を追加した、というふうに思います。で、ハバーツに関してはですね、もちろん、強いです。めっちゃ強い。普通に TOTS の選手としてはかなり強いんですけど、やっぱり4-4っていう風なことがちょっと厳しいですね。で、4-4でっていう風なとこは、まだそんなにいいんですけど、44プラス、ちょっと重たいっていうのが、若干ちょっと使いづらさを増さしてるのかなっていう風に、思います。使い方さえちょっとこう分かれば、なんていうんですかね、非常にこう活躍をしてくれるような、選手にはなるんですけど、それでもですね、やっぱり実際こう、みんながみんな強いって、思えないっていう風なところがやっぱり44プラスちょっと重たいっていう風なそういう使用感にはなってるかなっていう風に感じるので、ランク的にはもう普通に TOTS レベルの能力で、能力だけ見るとやっぱり S にいてもおかしくはないような選手ではあるんですけど、やっぱそういう風の込みで、個人的にはなかなか上げづらくて、
A にはなるかなっていう風に思います。正直他は完璧なんで、そこがだけが惜しかったなっていう風に思います。軽いような選手ではないので、改善できることは、やっぱりスキルが5にアップグレードされることだったかなっていう風には思うんですけど、ここがちょっと変わらなかった。っていうのはそこは残念。ちょっと惜しかったなっていうのを思います。また少しちょっと忘れてましたね。TOTS のトゥラムです。ちょっと左に戻って TOTS のトゥラム。トゥラムに関してはですね、33っていう風なことはちょっと中盤としてはね、痛いんですけど、高身長190を超えるような、中盤の選手で、フィジカルも、強くてですね、で、スピードもあって、で、シュートも打てるっていう風な感じの選手にはなるので、ドリブルはね、ちょっと重たい、ような選手にはなります。ほんとちょっとね、フリットを連想してもらえると分かりやすいかなっていう風に思います。で、それぐらいの、ドリブルはそんなに軽くはなくて、フィジカルでゴリゴリいくっていう風な、タイプではあるんですけど、パスも、ある程度上手くて、基本的には何でもできるなっていう風に、思いました。でもやっぱりこの人もね、ちょっと惜しいのがやっぱ33ですよね。33がちょっと改善していれば、かなり良かったかなという風に思います。普通に強いです。普通に強いですね。で、そして TOTS ベナセルですね、ベナセル。ベナセルに関してはですね、非常に、中盤として軽いような、選手になってます。で、軽いんですけど、前線に行くっていう CM っていうよりかは、ボランチ、守備線っていうほどのフィジカルはないので、ちょっと難しいところではあるんですけど、どちらかというと上げない方が、活躍はしてくれるかなっていう風に思います。やっぱこの人もね、3なので、逆足が3なので、なかなかそういう前に出ていった時に逆足で、決めきるっていうことが難しいような、選手にはなります。それでもやっぱり総合的に非常に能力も高く、なってますし、パスも上手くて、守備もできてっていう風な感じの選手になるので、現状、セリエの中盤でいくとかなりトップクラスの、選手にはなるんですけど、この人もね、やっぱ逆足がやっぱり4とかにはアップグレードしてほしかったなっていうのはやっぱり、思いつつですね、個人的には A かなという風な、ところです。で、そして TOTS の風見ろですね、風見ろ。風見ろに関してはですね、非常にやっぱ守備面、素晴らしかったですね。しっかり刈り取ってくれますし、フィジカルでも負けないっていう風な力を持ってます。で、かつ、ボールを持った時はやっぱり重たいです。重たいし、なかなか切り返しとかの、のろさというか、ちょっとなんかよっこらせみたいなのはあるんですけど、実際ボールを持ってない時、守備をする時の操作感っていうのはちょっと軽かったですね。特にジョッキ、腰を落とした守備っていうのは、非常に、しやすかったですし、注意すべきところはやっぱり先ほど言ったドリブルのところ、かなっていう風に思います。ボールを持った時になかなかの重さというか、あんまりキレがないような、選手にはなるので、そこだけを注意しながら使えれば、非常にいいんじゃないかなっていう風に感じますね。で、パスもうまいし、逆足も4に、なってるので、早めにはたいてっていう風な、使い方が一番風見ろの悪さが目立たず、良さだけが、際立つんじゃないかなという風に思います。で、そして S と A の間にいるのが、ブルノ・ギマランイス、そしてベルナルド・シューバーですね。ベルナルド・シューバー。この2人ですね。ブルーノ・ギマランイスに関してはですね、この人も33変わらなかったことは非常に痛いですね。痛いんですけど、やっぱりその能力のバランスの良さだったりとか、何でもできるという風なとこ。あとはドリブルも比較的軽いので、個人的にはそうですね、先ほど言った33のトゥラムよりかは、上かなという風に感じます。守備面のところ、フィジカルの部分だったりとかも強いので、本当に何でもできる。本当に33だけ。そこが変われば、本当にもうマジトップオブトップの、選手にはなれたかなという風には思うんですけど、そこがちょっと変わらなかった。そこだけ。本当に言うことはそこだけですね。他は普通にいいですし、中盤を牽引できるような、選手にはなります。で、TOTS のベルナルド・シューバーですね。ベルナルド・シューバー。ベルシルに関してもね、非常に強いです。非常に強い。やっぱりさすが TOTS だなという風には感じますし、
まあ 3CM の一角の中ではかなり最高の、選手にはなるなという風に感じます。まあドリブルが非常に細かくて、軽いような選手なんですけど、かわした後の加速もあると、いうことが、やっぱりこう、なんていうんですかね、ずらすだけじゃない、ずらしてかわしきるっていうことが、できるようになってるっていうのも非常にいいかなというふうに思います。で、パスもうまくですね、本当に中盤としては完璧で、で、守備面に関してはフィジカルはないんですけど、まあ、インターセプトしてくれたりとか、まあ、こう、近づいていって取ってくれたりとか、まあ、積極性も高いので、そういう風な部分が、まあ、そこまでこう、守備できひんなって思わへん、ところかなっていう風に思います。ある程度もできるっていう。ところもいいポイントかなっていう風に思います。まあ本当によくを言えば、スキル5だったら、この軽さ、プラススキル5の技出せるっていう風になると、やっぱかなり良かったかなっていう風には思うんですけど、まあそれでも非常に高クオリティで、かなり強いなという風に感じます。で、そして S ですね。最後 S なんですけど、デブライネ、TOTS のデブライネ、そして TOTS のシャビ・シモンズ。で、この2人ですかね。この2人になってます。まあ、デブライネに関してはですね、やっぱり逆足が5で、スキルが4という風なことが、素晴らしいですし、やっぱりね、この人に関してはシュートが本当にえげついですね。まあ、TOTY と、まあそこはそこまでね、変わらないとは思うんですけど、やっぱり中盤の選手たちでこれだけ決めきれる選手ってなかなかいないという風には思いますし、あとはこの TOTS のデブライネはね、Y と比べて、まあディフェンスの能力が非常に高く、なっているので、まあ本当に攻撃にも守備にもめちゃくちゃこう貢献をできるような、選手にはなります。さらにまあスタミナも99なので、まあそういう風な選手が動き回って、1試合持つという風な、ところも、まあめちゃくちゃいいポイント。まあ本当にマジで言うことなしというか、完璧な、選手にはなるかなという風に思います。で、そして、シャビ・シモンズですね。シャビ・シモンズ。まあ ALDBG の、選手として出てきたんですけど、まあ ALDBG の TOTS の大目玉の、選手ですね。この人はですね、まあちょっとね、A とかにしようとは思ったんですけど、まあ44なのでね、やっぱそういうようなところで、まあやっぱ中盤の選手としてもね、スキル5欲しいっていうようなところなんですけど、めちゃくちゃ軽いです。めちゃくちゃ軽いし、スキル5なくてもかわしきれるようなスピードも持ってるので、まあ個人的にはその A の選手とも並べたくないっていうぐらい、やっぱちょっと差があるなっていう風には感じたので、個人的にはちょっとスキルやっぱり大事にしてるんですけど、自分は。まあ、この人のドリブルとさらに加速っていう風なところでいくと、スキル5の技じゃなくてもかわしきれるっていう風な、選手にはなるので、まあ、かわしきる、ずらせるっていう風な、ことになるので、まあ、ちょっと個人的にはケミはかなり難しいですけど、まあ、S のランクに、いても、まあ、おかしくはないレベルかなという風には感じて、ちょっとここに入れました。で、パスもうまいので、まあ、パスでね、逃げ切ることもできますし、まあ、ラストパスも出すことできますし、で、かつね、意外とこう、フィジカルもね、あるっていう風なところ、それが、まあ、個人的にはいいかなという風に思います。やっぱり軽くて、まあ、速いような選手って、どうしてもなんか、まあ、ひ弱じゃないですけど、ちょっとこう、フィジカル負けしてしまうっていう風なことが、まあ、多いとは思うんですけど、まあ、このシャビ・シモンズの場合はもちろん身長168センチで非常に小柄ではあるんですけど、まあなんかこうしっかりフィジカル能力が79あったりとかで、意外となんか耐えてくれる時もあるっていう風な、感じの選手にはなるので、まあ44でもちろん5あった方がいいなって思う時はそらもちろんあるんですけど、ですけどやっぱり他のスキル4選手と比べると、なんかかわしきれるようなことが、多かったので、個人的には S に入れても、問題はないかなというふうに思って、ちょっと入れました。まあ、っていう感じで、これがミッドフィルダー、最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。まあ、ここにね、入れきれてなかった選手、もちろん多くいると思うので、まあ、気になる選手がいれば、気軽に、コメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。